皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、いつもと違うところから撮影しています。今日はバンコクのビブラムさんの店舗に、お邪魔しております。で今日はその代表の島田さんにベアフットシューズビブラムの魅力、商品の紹介をしていただきます。じゃあ島田さんどうぞ。こんにちは。はじめまして。ベアフットインクタイランドの島田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずビブラム、どういう会社さんなのか。はい。まず弊社ですね、タイでビブラムファイブフィンガーズ、この5本指のシューズの総代理店をやっております。この5本指のシューズですね。イタリアのソウルメーカーのビブラムという会社が2002年に初めて自社商品としてシューズとして開発したシューズになります。はい。で、ビブラムに限らず、このベアフットシューズ、ベアフット系シューズと呼ばれるものはですね、ここの靴の底がほとんどクッションがなくて、より裸足に近い感覚を感じて、はい、で、本来人間が持っている、機能をですね、取り戻してあげようということを目的にしているシューズになります。はい。僕の動画でもね、足の機能改善だったり、現代のシューズが僕らの本来の足の機能を失わせている原因になっているとか、靴の選び方とか、そういった動画も今まで紹介させていただいて、このビブラムは本当に自分も試してみたかったし、今まで試したことないので、実際にこの店舗に来て試着をして、で、その感想、レビューもしていきたいなというふうに思っています。やはりこの靴の底が薄い、で、指が分かれてるってことで、指の機能を取り戻すためには本当にベストなシューズになっているので、詳しく、この後も島田さんから解説していただきます。そしたらですね、まず先に裸足に近づけるためのシューズ、ベアフットシューズ、じゃあなんで裸足に近づけたいのかという話なんですけど、もともとこの足の裏の部分ですね、はい、足裏にはセンサーが備わってまして、人間がこう地面に着地する瞬間に、その路面というかですね、地面がどんな形をしているのかとか、柔らかいのか硬いのかっていうのを、この裏でセンサー機能がついているので、脳に信号を送って、で、その後の動きを決めるというのがもともと人間の体には備わってるんですね。はい。ですけど、今現代的によく使われている厚底のシューズですと、その部分が感じられないので、踏み間違えて捻挫をしたりとかですね、いろんな問題が起きて怪我の原因になったりとかっていうのが、まず起きてます。はい。はい。あと、やっぱり、皆さんの足を確認してみていただいたらわかると思うんですけど、大体この親指が内側にこう入ってしまって、足の形がこうひし形のような形になっているケースが多いんですが、これ現代のシューズの弊害というか、はい、狭いシューズが私たちの足をこう蝕んでいるような状態になっているんですが、こちら見ていただければわかる通り、こうつま先にかけて広がってるんですね、ワイドに。これがやっぱりこの靴の魅力、本来の足の機能を取り戻すための靴の魅力になっていると思います。はい、あともう一点ですね、はい、大きな点としては、足の裏にですね、手のひらに次いで、2番目に多く筋繊維があると言われてるんですね。で、それが普通のシューズだとなかなかその筋繊維を動かして使うっていうことはなくなってくるんですけど、この裸足に近い感覚ですと、そこがより刺激されて使われるので、筋繊維が発達する。で、筋肉っていうのはポンプの役割もするので、血だったりとか、血流とかリンパ液とかそういったものをちゃんと体に循環させるっていうところも、良くなる、改善されるというふうに言われてます。先ほど島田さんと撮影前にお話ししていて面白いなと思ったんですけど、こちら、シューズ履きに来た方がなかなかこうスムーズに履けない、そうですね、ケースがあるっていう。5分、10分かかる方も、はい、やっぱりこう広がってるので、今のハイヒールだったり、細いナイキやアディダスのシューズで、こう、指先がこう、窮屈な状態になってると、なかなかこの指のソケットに入れられないケースがあるみたいで、それだけ、今の足の、現代の足の形が変わってきてるってことですよね。もう何年も履いてると、指はこうやって自由に動くようになりますし、しっかりちゃんと全部5本指が開いて離れるような感じにはなるので、はい、
これは私も履く前、ビブラムを履く前は、こんなに動いてはいなかったんじゃないかなとは、そうですね。まあ、そんなに、深く注意深く見てないですけども、はい、そんな気はしてるので。僕もこれ5本指のソックスははもう常に履いてるんですけど、やっぱり私もその一人だったんですね。うちの父が本当に扁平足で、もう真っ平らなはい。扁平足で、僕も扁平足として生まれてきたんですね。で、僕も半分諦めてたんですが、そのアメリカでその足の指から、鍛える、足の指からしっかり整えるっていうことをトレーナーとして指導するようになって、実際に土踏まずができてきたんですよね。はい。やっぱり足の指が使えるようになって。で、扁平足でも諦めてる方いらっしゃるかもしれないんですけど、実際に足の指の機能が戻れば、アーチっていうのもできてきます。なので、ぜひね、靴を見直していただくきっかけにしていただきたいなというふうに僕も思っています。ビブラムファイブフィンガーズというブランド名の名前の由来なんですけども、ヨウさん、アメリカの暮らしが長いんで、お分かりだと思うんですけど、そもそも足の指なんで、フィンガーじゃなくて、トーじゃないですか。なので、ファイブフィンガーズじゃなくて、ファイブトーズが正しいんですけども、ファイブフィンガーズという名前にしているのは、足の指も手と同じように自由に動くようにっていう、そういった思いが込められて、ビブラムファイブフィンガーズという名前になっています。やっぱりアメリカでも今ベアフットシューズってすごくいろんなブランドが出てきてて人気になってて、今ジムでも履いてる人多いんですね。でもやっぱりこのビブラムっていうのは本当に20年の歴史があって、本当老舗中の老舗だと思います。ベアフットシューズに関して本当に老舗中の老舗ですので、今回こうやって私のチャンネルでご紹介できるっていうのは本当に光栄なことだなというふうに思っています。じゃあまず大きく分けてメンズ、レディース、アウトドア、インドア、カジュアルとあります。はい。まず最初にこちらがロードランニング用のモデルになります。ソールが、通常のコンクリート路面用に作られてまして、アッパーが非常に軽くて通気性がいいので簡単に乾くようなデザインになっています。でこちらがトレラン用のモデルですね。でソールが、濡れた、地面だったりとかそういった場面でも、滑らないようなソールになってまして、アッパーも簡単に怪我しないように厚めの生地になってまして、この親指の部分もだいぶ厚めの保護がされてます。でこちらがトレッキング用のモデルですね。はい、ソールは同じようにトレランと同じように、滑りづらいそういったソールの加工になってます。でこれがウォータースポーツ用の、海でも、川でも何でも使えるモデルになってまして、ここソールに穴が開いてますので水がそこから抜けるような構造になってます。でアッパーもすごい薄いので簡単に乾きます。で次にトレーニング用インドアなんですけども、これが V トレインといって、トレーニング用のモデルです。でこちらも同じくトレーニング用のモデルになります。ただこちらはもうソールも最薄の 3mm になってますので非常に動きもグリップ力も強いモデルになってます。で逆にこっちの方はサポートがしっかりしているので、いろんなフィットネスからトレーニングから全て使えるようなモデルです。でこれがですね何にでも使えるマルチユーズのモデルになってまして、ソールが 10mm 以上あるのでビブラムのファイブフィンガーズとしてはだいぶ厚めのソールの構造になってます。大体スポーツはメンズは以上で、あとはここにあるのは全てライフスタイルというか、カジュアルユー向スけのモデルになります。でレディースの方も基本は一緒なんですけども、今これがですね、特にタイではよく売れているのがヨガピラティス用のモデルですね。こちら、これもソールは最薄の 3mm の構造になってます。やっぱりヨガピラティスは女性の方が多いですか？そうですね、女性ですね。あとのモデルは基本メンズと、同じようにランニング用、トレーニング用と分かれている形になります。ありがとうございます。そうしましたら、これから、2つシリーズですね。トレーニングに特化したシリーズの、2つ、実際に試着して、レビューしていきたいと思います。
じゃあ、こちらは、どの、はい。シリーズになりますか？はい、こちら V トレイン 2.0 というシリーズになりまして、はい。屋内トレーニング、ジム、フィットネス全般にお使いいただけるようなモデルになっています。じゃあ、試しに入ってみます。私も Amazon でアメリカにいるときですね、安いベアフットシューズって履いたことあるんですよ。$30ぐらいの。でも、全然ダメでしたね。ただこのトーボックスってここの幅が広いだけで別に5本指に分かれてるわけでもないし、なんかサポート感に欠けるっていう感じでした。では、これ履いてみたいと思います。V トレイン。最初ちょっと慣れないと指入れるのが難しいですね。もうこの時点でフィット感が全然違いますね。うわ、すごいな。すごい。フィット感、もう靴と足が一体になってるような感じですね。これでも最薄じゃないんですよ。じゃないです。めちゃくちゃ薄くて。中間ぐらいの。はい。はい。ちゃんとね、ここのアーチのサポートもあって、すごくいいです。僕、めちゃくちゃ扁平足だったんですけど、今はアーチができてきたんですけど、まだこのアーチ低めなんですね、もともと。なので、このアーチのサポートがあるっていうのは、僕は結構好きです。やっぱり地面をしっかり感じられる、しっかりこう捉える感覚が、そうですね。ここの指が全然違いますね。自由に動きますので。はい。はい。もう今の時点でお気に入りになってますね。そしたら次に別なモデルを紹介していただきます。はい。こちらがどのモデルになるんですか？これが KSO エボというモデルになりまして、最薄の最軽量モデルになります。はい。はい、じゃあ試してみたいと。うわ、全然。そうですね。もう何グラムですか？これもう相当軽いですよね。100グラムないぐらいですね。片足。はい。もう軽さが全然違いますね。こっちの方がやっぱり自由度が高いですね。そうですね。ソールも柔らかいですし、アッパーも柔らかいので。感覚で言うと、もうなんか靴下の延長線上みたいな。少し分厚い靴下みたいな感じですね。そうですよね。日本で言うとちょっと足袋に近いそうかもしれないですね。はい。うわ、これはこれでいいな。うわ、すごいな。迷うな。ちなみに、はい、僕みたいにアーチがちょっと低い人に関しては、やっぱり僕の動画でも話してる通り、腰に負担がきやすかったり、足が疲れやすかったりっていうのがあるので、僕個人の意見としては、さっきの V トレインですね。V トレイン、こちらの方が、僕には向いてるかなっていうふうに思います。あと、僕みたいにそのアーチが低くて、ちょっとサポートとかクッション性がちょっとあった方がいいなっていう人は、こちらの V トレインがおすすめです。もうアーチも高くて、ある程度足がこう、しっかりしてるような方に関しては、この素足のイボですかね。そうです。軽装イボですね。軽装イボが、おすすめなんじゃないかなというふうに思います。全く似てるようで違います。これは履いてみないと多分わかんないですよね。ベルトもあるので、かなりこの横のサポートはめちゃくちゃあります。なので、ちょっと激しい動きをするとか、もうちょっと靴に安定性を求めるのであれば、この V トレインの方がサポート感があって、ソールも若干、クッション性があって、個人的にはこれが好きです。気に入りました。なので、今日これを買います。ありがとうございます。じゃあ、島田さん、これお願いします。ありがとうございます。もう島田さんは毎日、ビブラムは履かれてるんですか？そうですね。基本的に年間300日ぐらいは履いてると思います。たまにサンダルの日もあれば、家を出ない日もあるので、賞味で言うと多分300日ぐらいはビブラムを履いてます。もう履いて何年ぐらいになるんですか？今で2年、私はそんなに浅い方なんで2年ぐらいですね。なるほど。
どうですか？体の変化とか感じますか？まあ一番大きく感じたのは、やっぱりもともと半月板っていう膝の怪我をしてるので、はい。ランニング自体があまりできなかったんですけど、はい。はい。まあ今は趣味程度というか、お遊び程度にたまにハーフマラソンとかも走ってるので、はい。まあ、そこで膝を痛いとかっていうことは起きたことはないですね。なるはい。ほど。まあなので、ここの、まあ、先ほどちょっと説明しなかったんですけども、ランナーの方でどこ怪我するかっていうと、やっぱ大体膝か腰かをやってしまう人が多いんですけど、クッション性の多い厚底のもうシューズが今完全にトレンドになってまして、で、皆さん足が痛くないので、かかとからどんどん強い衝撃で着地をしてるんですね。で、足は痛くないんですけど、その衝撃が全部膝から腰に流れてきてしまうんで、それで膝とか腰を痛めてしまいます。で、ただこのリライみたいなベアフット系シューズですと、自然とかかとで膠着したらもう痛いので、うんうん。もうそんな動きにはならないんで、ちゃんとこの前面で受けて、でその衝撃をこの腱とかふくらはぎとか体全体で衝撃を吸収するんで、まあ膝とか腰にはそんなに衝撃は伝わらないっていう、まあそういったメカニズムで怪我をしづらいっていうことが起きます。今のランニングシューズってすごいですね。このそうですね厚底っていうか。はい。まあもうあれは速く走るためのはいものなので、それがいい悪いとかっていうことではなくて、はい。速く走るためには、ああいったシューズがまあ必要はい。ですけども、まあそれが万人全員がうまく扱えるかっていうと、はい。まあそういうことでもないので、やっぱり怪我をしてしまう人がやっぱそうですね多いということになります。やっぱり目的に応じて靴も使い分けるってことですかね。そうですね。厚底、レースでは厚底履いて、うん足の動きとかトレーニングではこういったまあベアフットシューズを使ってトレーニングするっていう方もいらっしゃいますので、アスリートの方でも。はい。なので、はい、目的に応じて使っていただければいいかと思います。やっぱり僕の他の動画でも言ってたんですけど、ランニングシューズって、はい。ランニングシューズなんですよね。そうですね。ランニングのためのシューズなんですよ。あれってやっぱり外を走るように設計されてるんで分厚くなってるし、かかとが上がってて、つま先にかけてこう下がっているような状態。これがこのかかとから入ってつま先に抜けるこの動きを助けるような役目になってるんですね。だからこれをジムでウェイトトレーニングとかで使っちゃうと、もうふかふかしちゃうし安定しないし、つま先重心になっちゃうんで反り腰になって腰を痛めるっていうパターンも僕のお客さんでも結構いるので、やっぱり目的に応じてランニングの時はランニングシューズ、トレーニングの時はトレーニングシューズっていうふうにしっかりと使い分けるってことが大事ですね。はい、それがいいと思います。はい、ありがとう。はい、本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もしバンコクに在住の方だったり、バンコクにお立ち寄りの方は、こちら島田さんの方に来ていただければ、日本語で商品の説明や試着の方もサポートしていただけるそうなので、ぜひお店の方に遊びに来ていただければなというふうに思います。はい。まあ、LINE でご連絡いただければ、LINE もあるんですか？そうですね、日本語でも対応いたしますし、はい、まあ、ここの K ビレッジ、そういうの、スクイミット、そういう26の K ビレッジの方に来ていただければ、すべてのモデルが揃ってますし、はい、タイ人のスタッフも丁寧に説明しますので、はい、ぜひお越しください。僕も最終的に一足買うことになったので、本当にこれから戻って、トレーニングで使うのを楽しみにしています。今日の動画は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。